はい、皆さんこんにちは。HIS シンガポール支店です。今日は私の後ろにありますこちらオープントップバスに今から乗ってみたいと思います。シンガポールの街中を走るですねオープントップバス、2階からいろんな景色見れますので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。それでは早速中行ってみましょう。はい、今日乗ったのはシティツアーズのオープントップバス。出発はマリーナエリアにあるパンパシフィックホテルの目の前。早速シンガポールフライヤー見えてきましたね。実は世界2番目の大きさの観覧車、高さ165メートルあります。風が強かったです。太陽かなり照ってるように見えるんですけれども、風があるおかげで結構涼しく快適に散策することができました。そしてドリアンの形をしたエスプラネードシアター、左手に見えますね。オーケストラの演奏とかそういったものに使われますね。そしてエスプラネードを越えると、はい、ドーンとマリーナベイサンズが見えてくるわけですね。今日も綺麗です。後ろの雲と相まって綺麗に見えますね。手前にはアートサイエンスミュージアム、そしてマーライオン見えてきました。手前です。一瞬ですがマリーナベイサンズの目の前にいるんですね。そしてマーライオン公園のすぐ横にはこのフラトンホテルという高級ホテルございます。綺麗なホテルですね。そしてこの辺が金融街エリア、右側に見える建物、これ黒川紀章さんがデザインしたものですね。シンガポールのオフィスビルもオープントップバス走っていきます。右側オレンジの屋根見えてきたのはラオパサという屋台。ここ夜になると歩行者天国に目の前の通りになる非常に大人気の屋台となっています。オフィスビルの真ん中にあるんですね。そしてこちら手前に奥に見えるのがシンガポールで一番高いタワーになりますね。高さ280メートルちょっと。オフィスビル、そしてコンドミニアムなんかが入っています。こちら今走っているのがタンジョンパガーエリア。そしてこちらがマクスウェルフードセンターという、こちらも屋台、大人気屋台です。まもなくチャイナタウンですね。はい、チャイナタウンのランドマーク、ブッダトゥースレリック寺院、仏画寺が見えてきました。そして手前にはショップハウスという昔ながらの建物、そして奥には近代的な公共団地がそびえ立っています。ピナクルという団地ですね。高級団地です。そしてバスはチャイナタウンへ。チャイナタウンらしい建物なんかも見えてきました。たくさん中華系のお店、レストランなんかがありますね。はい、そして見てください。すごいエコな建物ですよね。こちらホテルとオフィス入っています。かっこいいです。そしてチャイナタウン抜けるとクラークキーへ。クラークキーにはこのシンガポールリバーという川が流れております。その川の横にはカラフルな窓が特徴のシンガポール情報通信省、もともとは警察署だった場所になります。非常に写真映えするスポットですね。クラークキーというのはいわゆるナイトスポット、多くのバーやレストランが集まっているエリアです。遅くまでにぎわっています。そしてクラークキー抜けるとこちら目の前に見える白い建物、こちらが公共団地になります。国民の 70% くらいが暮らす公共団地、いわゆる HDB と呼ばれる建物ですね。
国民の多くがこういった建物で生活しています。そして右側に見えるのがいわゆるコンドミニアム、高級マンションですね。こちらも高級マンション、コンドミニアム、プール、テニスコート、ジムなんかがついています。そして左側、こちら一軒家が少しずつ見えてきましたが、一軒家シンガポールではめちゃくちゃ高いです。ランデッドプロパティと呼ばれる一軒家ですね。敷地も広いのですごいお高いです。そして右側見えてきたのがインターポール、ルパン三世の銭形刑事がインターポールでしたよね、確か。そしてインターポール少し越えると見えてきたのがシンガポールボタニックガーデンという植物園。なんとこの植物園、世界遺産に選ばれています。世界遺産に選ばれている植物園は世界でたったの3つだけです。目の前にはデンプチーヒルというおしゃれエリアがございます。バスはちょっと今からボタニックガーデンの方ちょっと入っていきます。これオーチャードエリア、繁華街のオーチャードエリアのすぐ横にあるエリアなんです。すっごい緑たくさんあって綺麗ですよね。全然オーチャードのど真ん中と雰囲気が違います。シンガポールボタニックガーデン、東京ドーム13個分の広さです。では植物園後にしてオーチャードエリア向かってまいります。はい、こちら斜め前に見えてきたのはセントレジスというホテル。ここ米朝首脳会談の際、キム・ジョンウン氏が宿泊されたホテルになります。ではトランプさんはどこに宿泊されたのかというと、はい、この道左にラ・シャングリラ・シンガポール、2人ともオーチャードに宿泊していたんですね。ここからオーチャードロードがスタートいたします。シンガポール一のショッピングエリアですね、オーチャードエリア。右側にはヒルトンシンガポールが見えてきました。1970年ぐらいからあるホテルですね。はい、こちらがアイオンオーチャードという非常に近未来的なショッピングモール、ものすごく大きいです。高級ブランドたくさん入っています。こちらがタンプラザというショッピングモールですね。そして日本の伊勢丹も見えます。そして伊勢丹の横の赤い建物、こちらが高島屋となっております。すごい大きなビルですよね。前はパラゴンというショッピングモール、本当にショッピングモールだらけなんです。ショッピング好きにはたまらない道路ですね。そしてアバクロ見えてきました。まもなく閉店します。その横がアップルストア。まだまだショッピングエリア続きます。オーチャードセントラル313といったショッピングモール、ユニクロの旗艦店がこちらにございます。この辺でオーチャードのショッピングエリア終了。左に見えてきたのがイスタナと呼ばれる大統領官邸になります。ここ東京ドーム9個分の非常に広い官邸になります。でその官邸の横にはこれまたショッピングモールがプラザシンガプーラというショッピングモールでございます。はい、そして少しバス進みますと教会なんかが見えてきましたね。
この辺チャイムズと呼ばれるエリアになります。いろいろ飲食店なんかも入っているおしゃれエリア、ぜひ覗いてみてください。そしてこちら白い建物が有名なラッフルズホテルです。1887年創業ですね。本当に歴史が古いホテル、そして綺麗です。ラッフルズを越えるとサンテックシティというショッピングモール、そしてコンベンションセンターがある場所に出てきます。もう間もなく一周ですね。パンパシフィックが見えてきました。これでだいたい1時間ぐらい。他にもコース、いろんなコースがあるので、ぜひ今回回った植物園に行く方向以外のルートも乗ってみてください。非常に面白いです。2階から見るとやはり景色が全然違います。はい、ということでシティツアーズのオープントップバスいかがでしたでしょうか。ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。